このチャンネルではポストパンクというジャンルをかなり多く取り上げているんですけど、そのポストパンクを象徴するといえるバンド、パブリックイメージリミテッドを今回は紹介します。略して PIL、ピルと呼ばれることが多いですね。1970年代末、セックスピストルズのボーカルだったジョニー・ロットンがピストルズを脱退し、本名のジョン・ライドンとして新しいバンドパブリックイメージリミテッドを結成。その初期の活動、作品はポストパンクを体現したものだと自分は思ってきました。しかしネットが発達し、いろいろな情報に触れると、時代を切り開いた名盤の裏の面も見えてきます。というわけで今回はピルの結成からサードアルバムくらいまでを中心に紹介します。ジョン・ライドンは1956年イギリス・ロンドン生まれ、両親はアイルランドからの移民の労働者階級でした。7歳の時に大きな病気をして4年間の記憶喪失や、背骨の湾曲など、かなりしんどい子供時代を送ります。10代半ばになるといわゆる不良少年となり、その時つるんでいたのがシド・ビシャスや後にピルのメンバーとなるジェア・ウォーブルでした。10代も後半になると彼らはマルコム・マクラーレンとビビアン・ウェストウッドが経営するブティックセックスに入り浸るようになります。そして1975年、マクラーレンがニューヨークのパンクシーンなどを見て仕掛けたバンドセックスピストルズのボーカルにライドンが選ばれ、ジョニー・ロットンを名乗ります。当時のロックは商業化や複雑化が進んでいて、パンクはそれをシンプルでストリート感のある若者文化に引き戻す動きでした。ピストルズは一気にロンドンパンクを代表するバンドとなり、社会やメディアと衝突しますが、スキャンダラスな出来事の多くはマクラーレンの仕掛けだと言われています。そんな中、パンクはイギリスで大きなムーブメントになっていき、ピストルズは時代の寵児となりますが、シド・ビシャスのドラッグ問題やメンバー間の不和、マクラーレンへの不信などが重なり、1978年1月14日のサンフランシスコ公演後にロットンが脱退、18日に解散が発表されました。セックスピストルズが解散し、ジョニー・ロットンから本名のジョン・ライドンに戻った彼は、バージンレコードの社長リチャード・ブランソンからジャマイカに行かないかと誘われます。同行したのはクラブ DJ であり、パンクとレゲエをつないだ立役者ドン・レッツ。目的は新しいレゲエミュージシャンの発掘で、ライドンがロンドンのレゲエ事情に詳しかったことが買われたようです。彼が育った地区はアイルランド系に加えジャマイカ移民も多く、レゲエを流すクラブが身近にあり、よく通っていました。またライドン自身、セックスピストルズ時代は古いロックを批判していましたが、実はかなりの音楽マニアで、ストゥージズやベルベットアンダーグラウンドのほか、カンやマグマ、キャプテンビーフハート、ホークウィンド、バンダーグラフジェネレーターなど前衛的なプログレなどを幅広く聴いていました。そういった音楽に対する感度の高さ、目利き的な部分が彼にはあったんですね。ジャマイカからイギリスに帰国後、セックスピストルズのジョニー・ロットンというペルソナを捨てた彼は、ゼロから新しいバンドを作ることにします。まず声をかけたのは昔からの悪友ジェア・ウォーブル。演奏経験はほとんどなかったようですが、ダブ、レゲエなどに精通していて、ベーシストとして参加。次にロンドンパンクの黎明期にいつか一緒にやろうと約束していた元クラッシュのキース・レビンをギターに迎えます。ドラムはメロディーメーカー誌で募集し、カナダ人のジム・ウォーカーが加入。1978年5月からリハーサルを始め、7月にバンド名をパブリックイメージリミテッドに決定。このリミテッドには個人色を出さない匿名性や音楽以外にも活動を広げる意味が込められていました。ということで、経理担当のデイブ・グロー、ビジュアル担当のジャネット・リーも会社の一員に。そして同年10月デビューシングル
パブリックイメージが全英9位を記録し、バンドは上々のスタートを切ります。パブリックイメージリミテッドのファーストアルバムパブリックイメージファーストイシューは1978年12月にリリースされました。ポストパンクという言葉がいつから使われたかははっきり分かりませんが、音楽ジャーナリストのジョン・サベージが1977年後半にディーボ、ペルーブ、ストッピング・グリッスル、ザ・フィーリーズ、サブウェイ・セクト、スージー&ザ・バンシーズ、ザ・スリッツなどをニューミュージックとして紹介し、その後ポストパンクと言い換えたのが始まりのようです。自分はピルの登場でジャンルが確立したと思っていたんですけど、セックスピストルズ解散前からすでに新しい流れは意識されていて、ピルのデビューは意外と遅めという印象です。でもライドンの元セックスピストルズという経歴があったからこそ、パンクの次を象徴する存在として説得力があったんだと思います。肝心の音の方は正直まだ方向性が固まっていない感じがします。ただデビュー曲パブリックイメージはシンプルだけど曲を引っ張るベースに浮遊感あるギターがかっこよく、アルバムの中でも特に印象的で個人的にも大好きです。一方でアナリーザやフォダーストンプはレゲエやダブの影響が出ていて、後の実験路線の前触れ的な曲でも全体的にジャムっぽくて未完成感もあり、このファーストはやっぱり自作への準備段階という印象を自分は受けてしまいます。前年のレコードデビューから良いスタートを切ったに見えたピルでしたが、1979年初頭にドラムスのジム・ウォーカーが脱退。しかしセカンドアルバムのレコーディングはスタートし、その後複数のドラマーデビッド・ハンフリー、リチャード・デュタンスキー、マーティン・アトキンス、さらにギターのキース・レビンまでもが一部でドラムを担当し、入れ替わり立ち替わりで録音が行われました。レコーディングは3月から10月までの長期間に及び、途中79年6月にデス・ディスコがシングルとしてリリース。これはアルバムにスワンレイクと解題して収録されます。10月にシングルメモリーズをリリース。そしてアルバムは1979年11月にリリースされました。初回版は金属製の丸い缶に45回転12インチ版を3枚収めた特殊仕様で、通称メタルボックスと呼ばれています。6万セットが早々に完売し、1980年2月には通常の紙ジャケットで33回転2枚組のセカンドエディションがリリースされました。1曲目アルバトロスを針を落として初めて聴いた時の感覚を今でもよく覚えています。地鳴りのような低音の塊のようなベース音、金属的で耳障りなギター、低いテンションで喋りかけてくる幽霊のようなボーカル、寒々しい音空間が永遠10分半続きます。2曲目メモリーズはアップテンポのダンサブルなビートにアラビア的なギターフレーズが乗る、個人的にもとても好きな曲です。3曲目スワンレイクはディスコ風のビートにチャイコフスキーの白鳥の湖を元にしたフレーズが乗る曲で、歌詞はライドンの母親ががんを患い死期が近かったことから書かれたと言われています。4曲目ポップトーンズはスローで気だるいビートの上にノイジーで浮遊感のあるギターが乗る曲で、歌詞は車で森の中へ連れて行かれ裸にされる、その時カーステレオから流れていたのがポップトーンズというもので、不穏で不安になる歌詞を白チュームのようなサウンドに乗せて歌います。5曲目キャリアリングはレゲエ的なビートに乗せた冷たい感じのシンセサウンドが印象的です。これまでがセカンドエディションのディスク1で、個人的には全てが刺激的に聞こえました。ディスク2もすごくいいんですが、中には緊張感のない感じの曲もあります。そんな中ラスト前のチャントは激しいギターサウンドと
延々と繰り返される呪文のような歌というか声が悪夢のようにぐるぐる回り、張り詰めたような緊張感があります。そしてラストのレディオ4は緊張が解けたようなシンセサイザーによる雲の上を歩くようなふわふわとした曲。以上でアルバムは幕を閉じます。演奏技術などがファーストから大きく上がったわけではないと思いますが、低く太いベース、鋭いギターやシンセ、エキセントリックなボーカル、それプラス音響処理、ミックスで新たな世界観を創出しているように思います。ロックは死んだと言ってセックスピストルズを解散させ、パンクブームを終わらせたジョン・ライドンが有言実行で作り出した新しい音楽。ファーストでも同じぐらい衝撃を受けた方もいらっしゃるかもしれませんが、個人的にはどうしてもあれは未完成な印象を受けてしまいます。パンクの次に来る新しい音イコールポストパンクというものを印象づけ、ジャンルを代表する名盤と言われるようになるのはこのメタルボックスからだったのではと思います。しかし制作時の内情はかなり混乱したものだったようで、特殊なケースの制作コストを理由にレコーディング費用の3分の1をレコード会社に返還することを求められます。そのためレコーディング資金が不足し、多くのトラックはスタジオの空いた時間を狙って一発撮りされ、その多くは即興演奏だったそうです。またドラマーの交代に加え、メンバーのドラッグ使用などもあり、レコーディングがなかなか進まず、結構グダグダな状態で制作されたようですが、それでも出来上がった作品は統一感のあるしっかりとした世界観があるように感じます。偶然奇跡的に出来上がった名盤と言えるのかもしれませんね。ピルの次のレコードのリリースはパリス・オ・プランタン放題パリライブというライブアルバムで、1980年1月にフランス・パリで録音、1980年11月にリリースされています。メンバーはジョン・ライドンボーカル、キース・レビンギター、ジェア・ウォーブルベース、マーティン・アトキンスドラムス。ジョン・ライドンによると、このアルバムは赤字となったメタルボックスの制作費の穴埋めとして出されたということです。そういった仕方なしに出したものだったからか、ジョン・ライドンは内容を気に入っておらず、このアルバムは買わないでくださいなどと言っていたようです。で、実際観客の声とかも聞こえない、あんましテンションの上がらない良いライブワンとは言えないかもしれませんが、しかし一方でベースのジェア・ウォーブルはこのアルバムリリース時にはすでに脱退しており、メタルボックスで重要な役割を果たした彼のライブ演奏が聴けるという意味では貴重な作品と言えるでしょう。パブリックイメージリミテッドのサードアルバム The Flowers of Romance は1981年4月にリリースされました。おそらくメタルボックスの制作期あたりからメンバーのドラッグ使用が増えていって活動は停滞、イギリス一怠惰なバンドと揶揄されるほどでした。そんな中、ベーシストのジェア・ウォーブルはソロ作を制作しますが、メタルボックスの録音素材を無断使用したため解雇されてしまいます。残ったジョン・ライドン、キース・レビン、マーティン・アトキンスの3人で1980年10月から12月にレコーディングされました。1曲目 For Enclosed Walls はドラムス、アラビア的旋律のボーカル、かすかなノイズや SE で構成され、宗教的祈祷のように聞こえます。アルバム全体的にこの路線が続きますが、シングル曲 Flowers of Romance は比較的聴きやすく、祝祭的な民族音楽を思わせます。キース・レビンはほぼギターを弾かず、シンセで効果音などを担当。ベースは不在、低域はドラムが響くのみで和音感が薄く、原始的な民族音楽と前衛的なノイズが入り混じった尖りまくったサウンド、ここに来て完全にロックの枠の外に行った感があります。
こういったアバンギャルドな音楽は現代音楽やフリージャズとして過去にもあったかもしれませんが、この作品は一応ロックのカテゴリーで世に出され、全英チャート11位を記録しています。この音楽性でこれほど売れるのは異例だったと思われます。そしてそれはジョン・ライドン、ピルの知名度とリスナーも過度に新しいものを求めていた時代がなせる技だったのだと思います。ただ実際の制作状況はやはり混乱していたようで、途中プロデューサーのスティーブ・リリー・ホワイトが降板し、代役としてニコラス・ローネイを迎え、約2週間ほどで録音されています。そしてそれは音楽制作というよりスタジオでの実験を記録したものといった方が近いのかもしれません。ちなみにジャケット写真の女性は初期からビジュアル担当で参加していたとされ、キース・レビンの恋人でもあったジャネット・リー。ライナーでは演奏参加が示唆されていますが、詳細は不明です。当時のポストパンク界隈ではアフロビートや民族音楽の導入が流行しており、本作はその極致として高く評価されました。しかし実際の制作背景はやけくそ気味にも見えます。個人的には衝撃作である一方、アバンギャルドに寄りすぎていて聞き返すのがしんどいと感じちゃうところはありますね。ピルの次のリリースはまたライブ1、1983年のライブイン東京になります。そしてこのライブを前にしてキース・レビンが脱退。オリジナルメンバーはジョン・ライドン一人となってしまいました。キース・レビンを含むピルのメンバーはフラワーズ・オブ・ロマンス以降次のアルバムを制作を行っていましたが、キース・レビンが脱退したためジョン・ライドンとマーティン・アトキンスはそれまで録音したものを放棄し作り直すことを決めます。しかしキース・レビンはその音源を独断でコマーシャルゾーンとしてリリースさせます。しかし新生ピルによって新たに制作された This is what you want, This is what you get が1984年7月にリリースされると、内容に被りがあるコマーシャルゾーンは全般となりました。This is what you want, This is what you get からは、This is not a love song がシングルとしてヒットしたり、かなり以前より聴きやすい作風となりましたが、改めて聞くとそんなに悪くない作品だと思います。しかし以前のようなゾクゾクするようなヤバさや衝撃みたいなものは感じられませんね。それ以降パブリックイメージリミテッドはジョン・ライドンのソロプロジェクトという要素を強め続いていくことになります。自分がピルを初めて聞いたのは80年代末、17、8歳の頃だったかな。メタルボックスの、セカンドエディションを中古版を見つけて買いまして、そのごっついベースサウンドとメタルボックスというタイトルからもイメージされるような冷たく鋭くザラザラとした印象の世界観に衝撃を受けました。その後フラワーズ・オブ・ロマンスの CD を買って、これも衝撃を受けるんですけど、で他の作品は、それから、2000年代くらいにかけて気が向いたら買って聴いてみたという感じでした。で改めて聴いてみて、やはり自分にとっては、メタルボックスが突出している作品のように思いました。ファンの間でもピルの最高傑作はメタルボックス派とフラワーズ・オブ・ロマンス派がいると思うんですけど、自分がベースを弾くというのもあってか、ベースの入っていないフラワーズ・オブ・ロマンスはいまいち乗れなくて、メタルボックスのベースにやられたというか、やっぱりバンドサウンドになっているのが好きなんだなと思うんですよね。で実はこのチャンネルの初期にもメタルボックスの動画を出しているんですよね。なので今回は当初ピルのキャリア全体を語る動画にしようと思っていたのですが、結局メタルボックスについて語る部分量が多くなってしまいました。This is what you want, This is what you get 以降も詳しく紹介する予定だったのですが、今回は割愛させていただきました。それ以降の作品は聞き返してもあんまり語るべき部分がつかめない感じがしたんですよね。
アルバム、CD ではコンパクトディスクという賛否両論の作品なんかもちゃんと聴いたらいいなって思えるんですけど、ポストパンクという文脈では語りづらい気はします。またそのうち別の角度からこの80年代後半から90年代、解散までのピルを語る動画作れたらいいなとは思っています。それで今回はポストパンクを代表するピルの初期作品という切り口の動画にしたんですけど、情報が少ない昔は知的なミュージシャンによる実験的なサウンドでロックを解体し新たな音楽を作り出すという理念、それとパンク的な反抗精神に基づきやっているのだと思っていたのですが、今ネットなどで調べてみるとドラッグに溺れ行き当たりばったりで録音し偶然性からできている部分が多いんじゃないかという印象に変わってきました。昔少ない情報で想像してかっこいいと憧れた姿とは違うかもしれない。しかし幻滅したとかいうわけでもなく、それはそれで人間的な弱さ、エモさみたいなもの、刹那的な輝きみたいなものが感じられ、少し別の角度からピル、そしてジョン・ライドンを知れたように思います。はい、というわけで今回はパブリックイメージリミテッドの初期3作品を中心に紹介しました。ご視聴ありがとうございました。